ゾーンプレート写真で竜神大吊橋を訪れます。使ったゾーンプレートは焦点距離 50mm、ゾーン数28、レベル数6の位相型ゾーンプレートで、使ったカメラはオリンパス EPL6 です。竜神大吊橋は常陸太田市にある吊り橋です。常陸太田市は茨城県北部の市で、茨城県庁所在地の水戸市から 20km ほど北にあります。市の形は細長くて、東西に 15km に対して南北は 40km もあります。竜神大吊橋はそのような南北に長い常陸太田市の中でも北の方の山の中にある吊り橋です。竜神川は茨城県にある一級河川の久慈川の支流である山田川のそのまた支流です。山の中を流れて周りを切り刻んで、茨城百景の一つである自然豊かな竜神峡を作り出しました。この竜神川をせき止めて竜神ダムが作られて、竜神湖ができました。その上に架けられた吊り橋が竜神大吊り橋です。この近くには竜神川のカヌーツーリングやキャンプ場、たっちゃんの湯などもあって、自然を楽しむ場所になっています。中でも全国的に有名なのは、国内有数の長さの歩行者用大吊り橋、国内有数の高いところから飛び降りるバンジージャンプ、それから4月から5月にかけ1000匹もの鯉のぼりが谷を渡って飾られる鯉のぼり祭りでしょう。竜神大吊り橋は歩行者専用の吊り橋で、2つの主塔間の長さが375メートルもあります。1994年に開通して以来12年間日本一を保ってきましたが、2006年には長さ390メートルの大分県の九重夢大吊り橋が開通して2番目の長さの歩行者吊り橋になりました。その後2015年には長さ400メートルの箱根清六三島大吊り橋が開通して、2025年の現在のところ日本で3番目の長さの歩行者用大吊り橋になっています。竜神大吊り橋はバンジージャンプでも有名です。高さ100メートルのところから飛び降りる竜神大吊り橋のバンジージャンプは日本一を保ってきましたが、2020年からスタートした高さ215メートルの岐阜バンジーが1位となって、2025年の今日では日本で2番目に高いところから飛び降りるバンジージャンプ施設です。この竜神バンジージャンプをする人は年間1万人以上もいるそうです。ただし、この動画にはバンジージャンプの写真は含んでおりません。竜神大吊り橋を渡るには入場券が必要です。入場券には橋全体を見渡した4枚の写真が印刷してあります。この動画には鯉のぼり祭りの時の動画なので、入場券の左上の写真がぴったりです。車に乗って山道を走り、ここまで来ると、この写真の左上の方の入り口の左の方にある駐車場に到着します。鯉のぼりは竜神湖を横断するロープにぶら下がって風に吹かれています。ここから見ると鯉のぼりの鯉たちはほとんど密着して泳いでいるようですが、結構間を空けて泳いでいるのです。山の中の峡谷の上ですから、風もよく吹いていて、鯉のぼりの鯉たちも丸く膨らんで、自然の中の
空の泳ぎを楽しんでいます。風が止んだのか、いろいろの鯉が垂れ下がって遊んでいるようです。駐車場で車を降りて吊り橋を渡るとき、竜神川の上流は左側になりますが、右側を見ると竜神ダム関係の建物やダムの駐車場が見えてきます。前の写真の三角形の屋根に沿った道は竜神ダムそのものでした。一瞬風は止んだので、鯉のぼりの鯉たちはおとなしくぶら下がりました。再び風が吹き始め、鯉のぼりたちは体をいっぱいに膨らませて泳ぎ始めました。吊り橋を渡っていくと、途中に床が透明アクリル板でできた覗き窓があって、下の方が見えるようになっているところがあります。100メートル下が見えています。竜神川の川岸の木々です。バンジージャンプをする人たちは、大吊り橋の下側にあるジャンプ台から湖に向かって飛び降ります。ジャンパー以外の人、一般の人は橋の下側に行ってジャンプするのを見ることができません。ジャンプするグループの一人だけ入場料を払って見に行くことができるそうです。しかし、この透明な床から下にある湖を見ると、ジャンプする人の気持ちがほんの少しわかるかもしれません。橋の上を歩きながら前方を見ると、木製の鐘と書いて森の鐘と読む竜神カリオン、竜神の組鐘ですね、が見えてきました。竜神カリオンは愛と希望と幸福の音色を鳴らす竜神大吊り橋のシンボルです。さらに近づくと、森の鐘の上には大きな竜神の顔が見えてきました。竜神の目がこちらをじっと見ています。森の鐘の周りで休んだ後、吊り橋を渡って戻っていきましょう。谷を渡るロープにぶら下がって優美に泳いでいる鯉のぼりの他にも、吊り橋の両端近くには竿につながった鯉のぼりもたくさん見えます。吊り橋の入り口の方に目を向けて、橋の前景を見て橋を渡り始めます。先ほどは下流側の鯉のぼりを見ましたが、今見えるのは上流側に張られたロープの鯉のぼりです。何しろ375メートルもあるロープにぶら下がった鯉たちです。その数の多さにも圧倒されます。吊り橋の左と右には竜神湖を渡ってロープが張られて、鯉のぼりが泳いでいるのです。鯉たちの背景は濃い緑色の木々で、山奥の静けさを強く感じます。風をいっぱいに受けて丸く膨らんだ鯉のぼりたちは、本当に生きているように空を泳いでいます。いろいろな色の鯉のぼりは見ているだけで楽しいものです。
休憩所の屋根が見えます。もうすぐ橋の終点です。吊り橋を渡っていって出発点に近づくと、吊り橋を吊り下げる頑丈なロープを固定する巨大なコンクリートブロックであるアンカーレイジンの表面の竜の絵が目の前に現れてきました。この橋は丈夫なロープで橋の両端からしっかり支えているので、安全性が高いことも誇っていて、3500人の人が渡っていても大丈夫とのことです。375メートルのところに3500人というと、1メートルあたりほぼ10人ですから、満員電車並みですね。こんなにたくさん当たることはないでしょうが、素晴らしい吊り橋です。まさに龍神様の吊り橋です。アンカーレイジの表面にいたのは真っ黒な顔の大きな竜でした。龍神川の川岸なのでたくさんの竜がいます。これは大吊橋前の第一駐車場で迎えてくれる竜の像です。右下の方にはたくさんの鯉のぼりの鯉が龍神湖の上を泳いでいるのが見えます。龍神大吊橋で出迎えてくれた竜の中でも、駐車場入り口のこの竜は優しい顔つきのかわいい竜でした。最後までご覧いただきありがとうございました。今後ともレンズを使わず撮る写真のゾーンプレート写真、見えない光を撮る写真の赤外線写真、紫外線写真に関する動画を対象とするアトリエ本流をよろしくお願いいたします。